こんにちは、ホーズライフです。今日はお気に入りのキッチンアイテムについてご紹介したいと思います。我が家のキッチン、最近は実験室みたいになってきています。ローズマリーチンキ。ベランダで採れたローズマリーをウォッカにつけて香りを抽出しています。おなじみの豆苗、2回目育成中です。今日はそんなキッチンの中からもう手放すことのできない期待以上のキッチンアイテムをご紹介していきます。無駄がなくて見た目もシンプルなこちらの計量スプーン。このスプーンには無印良品の優しさたっぷり詰め込まれています。まず目に入るのがこのライン。ありそうでなかった。2分の1が一目でわかる刻印。大さじ2分の1、小さじ2分の1。あれこれとスプーンを買わなくていいからシンプルでいい。それからどこにも溶接箇所が見当たりません。調味料が隙間に根詰まりすることもないし、引っかかりがないからとても洗いやすいです。穴があるから引っ掛ける収納も OK です。お手頃なスプーンはアルミ製でペラペラ。そう思っていましたが、これはしっかりステンレス。強度があるから混ぜる、炒める、いろんな場面で活躍しています。1年間使い通しているこのジャグ。特に最近のような暑い日には欠かせません。シンプルでスタイリッシュな佇まい。気分が上がります。だけどすごいのはここからです。見た目だけじゃなくて構造までがシンプル。分解してもこの3つだけ。毎日使うものだから簡単に洗えて清潔が保てる。これすごくありがたいです。奥まで手が入るので長いブラシを使わなくてもささっと洗えます。本体の素材はいわきのお得意耐熱ガラスです。最近はルイボスティーを飲み始めました。これで痩せないかな。お客さんが来るたび、これいいねって言ってもらえるこちら。一番の特徴はワンプッシュで作動することです。料理ってだいたい利き手は何かしら持っている。だから片手で取れて、片手で押せて、片手で戻せる。これがとても便利です。この中には単3電池が4本入っています。電池交換が面倒かなって不安もありましたが、実際は5年のうち一度しか交換していません。粗挽き、細挽き、引き方の調整ができるし、補充も簡単です。出しっぱなしでも絵になるのが嬉しいポイントだと思います。洗って何度も使えるクッキングペーパー。90センチの長いシート。これをカットして使っています。今までは使い捨てを使っていたけど、これならゴミが出ないし、買い替えもいりません。お菓子作り以外にお気に入りの使い方があります。バナナやレモン、切ったフルーツを冷凍したいとき、このシートの上で冷凍すればくっつきません。使った後は洗剤で洗ってさっと拭いて吊るしておけば OK。もう50回は使ってるけど
まだまだ現役選手です。私がテフロンをやめた理由、買い替えが面倒だから。と言っても、鉄のフライパンのお手入れって難しそうでずっと躊躇していました。勇気を出して買ってみて大正解。もうテフロンには戻れません。まず感動したのは炒め物です。高温の鉄で焼く野菜とかお肉。とにかく香ばしくて美味しいです。それから不安だったお手入れ。私にとってはテフロンよりも楽でした。使ったらまだ温かいうちに水とたわしで洗います。テフロンとは違って力いっぱいゴシゴシ洗って大丈夫です。それからまた火にかけて蒸発させれば終わり。最近はいい感じに油が馴染んできて、鉄を育てている感じが出てきております。薄く作られているので重さも気になりません。穴が開いてもまた買いたいアイテムです。シンプルなお箸が欲しくてたどり着いたのがこれです。ただの黒い箸と思いきや使ってみたらすごかった。先端が細いので小さな食材もつかみやすいし、ザラザラ加工で滑りにくくなっています。麺類もこれで大丈夫。150度までの熱に耐えられるので食洗機も OK です。私は菜箸代わりに使ったりしています。全部この箸に取り替えたので組み合わせを見つける手間が省けました。和食はもちろんのこと、洋食でも箸が浮かない。そんなスタイリッシュさがあります。安さも使いやすさも申し分ないので、実家の分も買っちゃいました。素敵なレストランで使われてそうなこのグレーター。すりおろせれば何でもいいって思ってたけど、おろし器のイメージをガラリと変えてくれました。生姜、ニンニク、チーズ、レモン。基本的に何でもすりおろせます。繊維を断ち切るので目詰まりしない。これには感激しました。グリップはゴム素材なので力も入りやすいです。これは自己流なんですが、グリップをお腹に当ててすりおろすと驚くほどに安定します。おろし器って洗うときに手とかスポンジを傷めてしまうイメージがあったんですが、これはとっても快適です。上から下に優しくさすりながら水で洗えばあっという間にきれいになります。洗う負担がなくなってすりおろす機会もぐんと増えました。ただものではないオーラを放つアイテム。北欧スウェーデンで生まれた炭酸水メーカーです。夫婦ともに毎日炭酸水を飲むので、もうなくてはならない存在になっています。届いてまず驚いたのが、どこにもコンセントが見当たらないということです。ガス管とこのマシンだけで動いています。コンセント不要なのでどこにでも設置可能です。使い方は簡単で、付属のペットボトルに水を入れてマシーンに接続。レバーを3回引いたらシュワシュワが爆誕します。好きな時にいつでも飲めるのが嬉しいし、ゴミが出ない点もエコで気持ちがいい。5年くらい使ったら元が取れるかなと、数字に弱い私なりに計算をして大切に使ってます。最後はこちら、小ぶりなサイズの片手鍋です。一
一人暮らしまたは二人暮らしにぴったりなサイズ感で、お味噌汁を2杯分だけ作りたいとき、ゆで卵を3つだけ茹でたいとき、ちょっとだけを美味しく仕上げてくれるアイテムです。大は小を兼ねると信じていましたが、そうでもない気がしている今日この頃。実はこの鍋の最大の魅力はサイズ感ではなくて他にあります。こちら本体の素材。多くの鍋は一番下の底面だけが3層。この鍋は側面も含めた全面が3層になっています。そのおかげでぐつぐつ煮込んでも焦げつきにくいし、汁物を注ぐときに飛び散りません。驚いたのは作って食べて忘れた頃でもまだ温かい。驚異的な保温性に毎回感激してます。道具の力で料理は楽しくなる。この鍋が教えてくれました。以上、厳選に厳選を重ねた9つのアイテムご紹介させていただきました。皆様のおすすめアイテムもお教えいただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。